皆様こんにちは、米谷彩子です。先日ディレイ先生についてのインタビューを受けた時に、聞き手の若いバイオリン奏者が先生のワークシートについて聞いたことはあるけれど実際に見るのは初めてと驚かれたので、今日はディレイ先生のいわゆるワークシートについて話してみたいと思います。ディレイ先生についてのインタビューというのは、イェール大学とジュリアード音楽院が共同で進めているプロジェクトで、私がディレイ先生のアシスタントとして先生がお亡くなりになる2001年まで先生のおそばで教えていたこともあって、そのインタビューに参加しました。これはシベリウスのコンチェルトを弾いた時のレッスンの時にいただいたワークシートです。ディレイ先生のレッスンでは、曲の譜読みの段階が終わるとこんなシートを時々渡されます。レッスンではコンチェルトはピアノ伴奏付きで1楽章または全楽章をアンプで通して弾くことをエクスペクトというか期待されていたと言った方がいいでしょうか。エクスペクトといっても別に全部アンプで弾くことを強制されていたわけではないんですけれども、そういうするのが当たり前のような感じでした。いつでも専属のピアニストが数人働いていらっしゃったので、レッスンに行くとそのピアニストがそこの部屋についてらっしゃるっていう感じだったんです。それでもしアンプして持っていかない場合は、先生にもう1セットのコピーの楽譜を渡す必要がありました。というのは、ディレイ先生はレッスンをまず通して聞いて、それでその間に自分の注意書きとかコメントとかをなさったからなんです。ディレイ先生は曲も長いですし、それをそのレッスン中に戻って個々の問題点をもう一回一緒にやり直すということは割と少なかったように思います。でもワークシートを見てみると、先生のメッセージっていうのはとってもはっきりしていると思います。それでは順番に見ていきましょうか。まずここに日付が先生の自筆で入ってます。November 9th, 1990。1990年11月の9日のレッスンで、これは私の名前ですね。先生の自筆っていうのはものすごくもう綺麗なんですね。弾いたものがシベリウスコンチェルト。で、ここは1楽章、2楽章、3楽章。ですからこの日は全楽章を弾いたということです。それから左の項目に行くと、ノーツ。これは音がちゃんとできているかどうか。1楽章、2楽章、3楽章。普通通してピアノ伴奏で弾くんですけど、この11月の9日っていう日付が入っているので、これは大体課題がクリアしたということですね。それから次がリズム。これもリズムちゃんと弾いてるか。これもちゃんとできてますということですね。からフィンガリング。いろんなフィンガリングじゃなくて、ある一定のフィンガリングもちゃんと決めてそれでやってるかどうか。それが一応クリア。11月の9日が入ってますからクリアになってます。それからボーイング。これもいつでも違うボーイングじゃなくてきちっと自分で決めてやってるかどうかということです。11月の9日できてます。からメモリー、これアンプですね。だいたいレッスンの時はアンプで弾くことなので、これもできてるということです。次、イントネーション、音程ですね。空欄になってるってことは多分、これはあんまり関係ないという意味なのか、それとも次回の課題、これは多分次回のまだまだワークする余地がある、やる余地があるということだと思います。それからヒストリー、その曲のバックグラウンドを調べるとかそういうことですね。歴史的背景とか、これはチェックマークがついてないです。スコア、オーケストラのスコアの勉強。これも多分次回の課題ということだと思います。それから次に行きます。ストラクチャー、キャラクター。これは曲の構造の持ってき方とか、曲奏を考えてちゃんとやってるかダメ、×が入ってますから、これはダメということです。だからここは練習する余地がたくさんある。これは次の宿題ということです。ダイナミクス。これも将来の課題ということなのか、それともこれに含まれてあんまり良くないって言ってるか、ともかくクリアのサインはもらえてません。それでペーシングアンサンブル。
example、普通私たちはレッスンで毎回ピアニストということになってるんですけど、11月の9日。日付が入ってるとこは一応課題クリアしたっていう意味なんです。で、次がストローク。例えばこれは自分で意識してここはマルテリにするとか、スピカットのどういうスピカットにするとか決めてるかって決めてないということでバッテンです。もうちょっと練習してくださいということです。からビブラート、これも自分で意識してビブラートがかかってるかとか、それからかかってないかとか、そういうことで、これもバッテン印がついてます。で、シフティングアーティクレーションっていうのは、これは曲奏にストロークと関わってきますから、先生にとっては次のレッスンにはあんまり関係ないっていうことなんだと思います。が、将来の課題っていうこともありますけど、すぐっていう課題じゃないと思います。下に入ってくると、スタンス、立ち方とか、バイオリンの構え方とか、弓の持ち方とか、左のハンド、左手のポジションとか、頭がそんな横に寝てないで、ちゃんとまっすぐしてるとか、そういうことだろうと思うんですけど、それから、ペース&ブリージング、呼吸がちゃんと止まってないかとか、この下のところっていうのは、私はあんまり関係がないというか、弓の持ち方ができてないわけでもないので、そこのところは関係ないという意味の空欄なんだと思います。こんな感じだったんですけど、例えば、君、もうちょっとここのとここんな感じにならないとか、もうちょっとどうにかしてくれないっていうようなことをおっしゃる先生もいらっしゃいますけれども、ちょっとそれは曖昧な感じがします。こういうふうに細分化して、例えば音程は合ってるけれどもリズムが違ってるとか、リズムは合ってるけれど曲についての考えができてないからとか、そういうふうに細分化していく、自分の目に見えるように理解を深めるっていうのはとっても重要なことだと思います。室内楽の先生の中では曲奏とかイメージのことを多くおっしゃる先生がいらっしゃいましたけども、それはそれでとっても重要なんですけども、単にバイオリンをうまく弾ける、技術的にいい音でいいリズムでいい音程で弾くっていうことの基礎を教えるということについて、ガラミエン先生とディレイ先生っていうのはバイオリンの技術をサイエンスまで高めたんではないかと私は思ってます。今ちょっと面白い本を読み始めたんですけど、バイオリンドリームス、これはガルネリカルテットのファーストバイオリンを弾いてらっしゃるアーノルド・シュタインハートさんが書いた本です。ガルネリカルテットっていうのは私がすごく非常に尊敬するグループで、1年生の時に私はニューイングランドコンサルバトリーのジョーダンホールで聞いた演奏会が、こんな素晴らしい演奏が4人でできるかと思って、その時は日本から来たばっかりだったんですけども、仰天するほど驚いて、それからも足しげくメトロポリタン美術館とかでシリーズを持ってらっしゃったんですけども、それによく演奏会を聞きに来ました。今はチェロの方もビオラの方も亡くなってらっしゃって、それとあとみんな引退されてるので、もう二度とライブで聴けないっていうのはとっても残念なんですけど、まだ途中なんですけど、その中でスタインハートさんっていうのはカリフォルニア出身で、高校を出てカーチソン学園に行くっていうくだりが出てくるんですよね。自分の先生がジンバリスト先生っていうのは江藤俊也先生の先生であられる方ですけど、それで推薦状を書いてもらってジンバリストに就く予定だったんですけども、ジンバリストに弾いたら自分のクラスはいっぱいだから同僚のガラミアン先生に指示するようにっていうところが出てくるんですよね。それでその中でジンバリストさんがガラミアンについてスタインハートさんに後でものすごい尊敬を込めて、彼はね机にだってバイオリンをうまく弾かせることができるんだよって言ったっていうくだりがあって、とっても面白いなと思って読んでたんです。ガラミアン先生は残念ながら私がアメリカに移った時には1年ぐらい多分ジュリアードで教えていらしたかもしれないんですけど、私は会ったことがないので、これは単に私の個人的な意見なんですけど、ガラミアン先生はバイオリンをともかく弾けるようにするということをサイエンスまで高めたっていうのが一つの功績だと思います。ジンバリストさんの言うように、ガラミアン先生が誰でもバイオリンをある程度まで弾けるようにテクニックの基礎を教えたっていうことは、20世紀後半のバイオリン界、バイオリン教育に大きな影響を
与えた方だと思います。ディレイ先生はガラミアンのアシスタントを長年やっていらっしゃいました。そのメソードを引き継いで、その上にいかにその生徒の個性に合わせて生徒自身が分かるようにどういうふうなアプローチでやっていったらいいかっていうことの心理学に長けていらしたっていうのがディレイ先生の素晴らしいところだと思います。ディレイ先生が昔、アスペンにディレイ先生が教えることになって彼らは独立した道を進むことになるんですけども、その前に目の音楽祭夏の夏期講習なんかで教えてる時にディレイ先生とガラミアンの奥さんで夕食を毎週やって、その時にどういうふうに生徒を育てたらいいかっていうそういうことばっかり話してたっていうことをおっしゃってたんで、そのガラミアン先生の築き上げた後のテクニックの上にディレイ先生のそのもっとパーソナルなアプローチの仕方というこの2人の功績でアメリカから素晴らしいバイオリニストが出る結果になったんじゃないかと私は思ってます。この本のバイオリンドリームの中でスタインハートさんがガラミアンに会った時にコンチェルトとどのコンチェルトを弾いたかっていうのは書いてなかったんですけど、バッハとパガニーニのカプリスを弾いたら「君はとってもよく弾くんだけど悪い癖がついてるね」って言われたそうなんです。それでその右手のボーイングの宿題が出て、それでガラミが言うにはしばらくそのバイオリンはバイオリンのケースに置いておくように、触らないように右手の練習だけをしてらっしゃい、次の練習は右手のことだけだから音が全く出ないわけなんですけど、その他の生徒さんたちがいろんな大きなコンチェルトとか弾いてるのを尻目に見て、自分はその右手だけの練習をしたっていうのにとっても困惑したっていうくだりが出てくるんですよね。それで私もアスペンで似たような経験がありました。私の場合右手ではなかったんですけど、アスペンのオーディションをチャイコフスキーのコンチェルトで受けたんですけども、それでアスペンっていうのはその頃は今は8週間だと思うんですけど、その頃は9週間あったんですね。それでその基礎から、私の場合は左手にかなり力が入ってましたから、それをやり直すということで7週間の間音階とクロイチェルしか弾かせてもらえませんでした。それしか宿題が出ませんでした。それで7週目の時になってやっと曲を弾いていいって言われたのがすっごく嬉しかったのを覚えてます。それで弾いていいって言われて弾いた曲がモーツァルトの5番の曲でした。ちょっと話がそれてしまいましたけども、このワークシートはインタビューした人もこの話のこういうワークシートがあるっていう話は聞いていたけども見たのは初めてだってすごく驚いていらしたので、それでこの YouTube を作ってみようと思いました。私も大変貴重なものだと思います。このいろいろ分解して考えるやり方が何かの役に立てばいいと思います。ではまた次回にお目にかかりましょう。